この小さな装置が世界を変えた。It's one of the biggest memory market segment now. 世界中の人が恩恵を受けていると思います。フラッシュメモリーなしではもう現代社会で生きていけないような感じ。今やあらゆる製品に搭載されているフラッシュメモリー。一番皆さんが使っているのはスマートフォン、あと USB メモリー、SD カードだとか SSD っていうパソコンのハードディスクを置き換えた記憶媒体。フラッシュメモリーの優れているところは小さい、壊れない、軽い。一旦記憶すると忘れないという、電源を切ってもデータが残ってると。洗濯機とかね、電子レンジ、こういうあらゆる家電製品にフラッシュメモリーが入ってるんですよ。全部入ってる。それでプログラムをコントロールしてる。めちゃくちゃ入ってます。車にも入ってますし全然知られてないんですけども。世界を変えたフラッシュメモリー。その技術は日本で生まれた。1985年、アメリカの経済誌でフラッシュメモリの発明者が紹介された。東芝社員増岡不二雄だが、17年後、アメリカの経済誌の表紙を飾った増岡はこう呼ばれた。増岡の業績を正当に評価していれば、日本の半導体産業は勝利していた。そして現在、東芝全体3兆間原子力事業で数千億円規模となる可能性が。フラッシュメモリーの事業を分社化して株式を売却すると。東芝全体の利益のほとんどをフラッシュメモリーで上げてますよね。それって増岡さんがいなかったらなかったわけで。アメリカ・カリフォルニア州シリコンバレー。世界有数の IT 企業が立ち並ぶ一角に、コンピューターの歴史を紹介する博物館がある。ここである日本人の功績が称えられている。We respect Matsuoka-san. Matsuoka-san was a pioneer in introducing the first idea of a flash erase. Yeah, my whole career was on flash memory. I worked on 10 generations from beginning to end. Very good memory. It was a good time. We had fun. 30年前、フラッシュメモリ事業にいち早く乗り出し、当時の世界トップシェアを獲得したインテル。東芝が発明したフラッシュメモリをインテルが改良し、量産と低価格で成功を収めた。I was born in Hong Kong. There are many very successful people in Silicon Valley that created so much wealth, and I'm sure a lot of people can afford this house. Well, that's the American dream. 増岡は現在、仙台の外資系半導体コンサルティング会社の研究所にいるという。あ、どうも、よろしくお願いします。はい、ちょっとじゃあ。こういうのがあるんです。
速。これはあれですけどね。あ、これ先生の記事ですか。そうです。日本ではこんなようなのはないビジネスタイムでこういう扱いをしてます。でこの「フォーブス」もアンサングヒーロー、評価されない、全く評価されない英雄と、素晴らしいことをしたけども評価されてないというのがこのアンサングヒーローだとそうです。増岡さんはひいて言えば日本では全く評価されないヒーロー。先生これ並べてくれたんですか。いや僕一人しかいないからあ、先生一人ですか。一人ですよ。あ、他の方はいない感じ。基本的には一人。基本的にはね。東北大学を定年退職した時にうちでやってくれっていう会社は日本ではゼロ。ゼロ。増岡さんと一緒にやりたい。声がかからなかった。ゼロ。僕のことを恨んでる人もいると思うんです今。恨んでるっていうのはけしからんと。けしからん。私の仕事やり方が東芝時代の。朝から怒られるわけ。朝からね、ずっと怒ってるわけですよ。だから仕事できないもん。ずーっと一日中さ、前に座らせて観察してずーっと話をするわけ。ご薫陶の時間が長いんだよ。本人も言ってたんですけども、地球は自分のために回っているんだっていうようなところがあるんですよね。俺のために世界が回っているんだと俺ファーストというしょっちゅう怒られてました。毎日のように怒られてました。すごい時なんかだと何回も同じことを話をされて、話しながら寝てしまうこともよくありまして、でお説教しながら寝られることはよくありました。増岡さんの普段のその仕事ぶりってはっきり言ってよくわからないんですまあ普段寝てたりするんですよ。普段寝てる。課長席に座ってですね、朝来てずっと寝てたりするんですよ。何の仕事もしないで。まあ5時ぐらいになったりすると、じゃあ飲みに行こうかとかって言ってですねそんな人他にいたんですか。いや、それがいるわけないですよね。なので非常に目立ったわけですよ。まあ非常に仕事としてはいい仕事をするんで多めに見てたというのが本当だと思うんですよね。俺は特許としては実績があるんだということを普段からずっと言っておりまして、武器として使ってましたね。1971年に東芝へ入社した増岡は自らの特許によって会社に莫大な利益をもたらした。パソコンで一時的にデータを保存する DRAM という記憶装置、その集積度を高める新しい構造を考えた。半導体メモリーはいろんなその層があるわけですけども、一層だと平屋が隣り合わせにあると土地の面積を食うわけですね。でそれをより密度の高いものにするためには2階建てにすると、土地が少なくて済むのでより家を建てれると、面積が半分になるんですね。でそれが後から全部インテルとのフリークロスになった。インテルは東芝の特許を使えると、東芝はインテルの特許を使えると、フリーでね。1980年、増岡はフラッシュメモリのアイデアを思いつく。それは当時の一般的な半導体メモリと違い、電源を切ってもデータが残り、しかも安さを重視したものだった。それまでのメモリーっていうのは書き換えたいとこだけを書き換えるっていうのが普通のメモリーなわけです。5番の目を想像していただきたいんですけども、
その5番の目の縦の線と横の線をそれを選択してそれを書き換えるというのが普通のメモリー。しかし増岡の発想は独特だった。いやですから性能を悪くしたわけですよ。性能を悪くした？性能を悪くしたんですよ。従来のメモリには1マスごとの番地を示すいわば表示板が必要だった。だが増岡は細かな番地をなくし、地域ごと一旦別の場所にコピーする方式を考えた。新たにデータを書き換えた後、元の古いデータは一括で消去する。要するにその番地という概念がですね、そこでなくなっちゃうわけですね。1マスごとの番地を示す表示板がなくなると、その分土地が少なくて済む。それによってコストが激減するのだ。半導体のデバイス作る時にウェーハーってシリコンの、せんべいみたいなやつですね。その中にチップを焼き付けて作るわけですけど、たくさん詰めようがちょっとしか詰めなくても同じ値段なんです。1ウェーハーからできるだけたくさん取れば安くなる、小さくすれば安くなると。何しろ安くするだけを考えたと。1ビットごとに書き換えた方が使い勝手はいい。だけど値段が高い。従来の機能を取っ払ってですね、セルサイズを小さくしたと。非常識ですね。増岡さんは別にフラッシュメモリを考える研究を仕事をしていたんじゃなくて、それとは全く関係ない仕事をしている時にたまたまフラッシュメモリを思いついたんです。要するに腕の命令じゃなくて自分でやったわけですよ。自ら数十件の特許を書き上げ、事業部の部下と共に試作品を完成させた。本当に少人数でやってました。増岡さんの最初のフラッシュの原型になるのは3人ぐらいが片手間に設計してたっていう形ですね。新しい半導体メモリをフラッシュメモリと名付け、国際学会で発表した。だが学会発表した後の品評でこんなもん製品にならないっていうのが増岡さんの発表に対する論評だったんですね。当時は誰も新しいことが日本から出るなんていうこと誰も考えなかった。アメリカの真似するのが精一杯だ。東芝なんて僕のことなんか全然相手しなかったあ、そういえばそうだな、インテルが来たんで驚いてましたね、東芝の人がね。増岡のアイデアを評価したのはアメリカの半導体メーカーインテルだった。Matsuoka-san introduced the concept of a flash memory. I just put together the many pieces that has been developed by Matsuoka-san and by other people ahead of me. I put it all together to make the Intel flash memory. 東芝が発明したわけですけども、そのフラッシュメモリー事業部っていうのをインテルが作ったんですね。その後先行したのは東芝じゃなくてですね、インテルなんですね。後追いになっちゃったと、結果的に。だが増岡は諦めていなかった。また新しいアイデアを思いついた。今度はメモリーセルを直列にする。はあ、僕と桃富君がね、増岡さんの席に呼ばれて、これからは何のフラッシュをやるんだっていう話を、僕はね、ちょっと考えさせてくださいよって言った覚えがある。最初に発表したフラッシュメモリはノア型と呼ばれるタイプ。データを記憶する領域が戸建ての家のように並列に並ぶ構造だった。記憶データっていうのは電子
を人に例えるとですね、人の流れなんですよね。ノア型っていうのはですね、道路に面したところにですね一戸建てがあると、そんなイメージなんですよね。一戸建ての家というのは、例えば外に出たら廊下があってすぐに外に出れるから早い。一方、増岡が新たに考えたのが難度型と呼ばれるタイプ。長屋のようにデータを保管する部屋と部屋を直列につなぐ構造だった。難度はちゃんとした扉は1個だけ。それで隣同士をカーテンかなんかで仕切っていて、隣の部屋を通らせてもらってちょっとごめんなさいというので、それからまた隣の部屋に移ってという形になります。でスピードは遅いです。わざわざスピードを遅くするものを作る必要があるのか、みんな反対しました。また難度でも非常識をしたわけですね。難度はですね、それよりも1000倍ぐらい時間がかかったと。1000倍違いますから、何に例えればいいんでしょう。ボルトが100m を10秒で走りますよね。10秒の1000倍っていうと1万秒。1万秒っていうのは3時間だから 100m を3時間かかってトロトロ歩く亀とボルトの違いですからそんなんダメだよっていうのが常識でした。一戸建てから長屋状態にすることでですね、セルの大きさ、ワンルームが小さくできたと。要するにセルのサイズを小さくすることが一番大切なんだと。で増岡さんはそのことに執着したわけですね。全部基本的に安くしてるだけ。僕の仕事は全部安くしてる。性能を通して安くしてる。ノアから難度の切り替えってまさにそれに対応するもので、誰が見ても遅いような難度に注力するとおっしゃったので、いやだから人によってはとても呆れた。難度を最初にやったのはももさんなんですよ。結局ね、増岡さんにあんだけみんなが嫌がったのによくやったと思って、ノアでも大変だったのに。若かったんでしょうね。多分できんじゃないかなと思って。面白そうだなと。でまず実験を始めたん。4つメモリーセルをハンダ付けして直列につなげて。俺ももさんにエレベーターのとこで会ってさ、何やってんのって言ったらさ、ももさんランドセルって言って、なんだよそのランドセルってとりあえずは動いたんだけれど、それで発表もねもちろんしましたけれど、やっぱりね難度って構造は難しいんですよ。あれはすごく。I think at that time a lot of people do not believe that it will work or it will be manufacturable, that it's worth the effort. 増岡さんはじゃあお前らこれやるよって言ったんだけど、どういうふうにやるかっていうのはね、お前ら考えると。こうして難度フラッシュメモリの開発チームが動き出した。でもその時はね、やっぱりこれは無理だなというのは僕の素直な感じで。増岡さんが上司じゃなかったら白さんは絶対に発掘されなかった人材だと思うので。いやまずですね、白さんって東芝以外は勤めれないですよ技術開発をするチームのリーダーっていうイメージからすると、もう全然かけ離れてゆるゆるですよ。もう天才肌ですよね。ちょっと違う意味での。毎週事件が起こるわけですよ。パンツ事件とかさ、パンツ事件。パンツ事件？ああ、みんなやっぱり喋っちゃったんだね、それね。増岡さんね、ベージュのコットンパンツ、油で汚れてて、なんか車がちょっと途中で縁故してエンジンオイルみたいですよ。そしたら白田さんがロットリング溶液渡したの。洗浄液です。それで白田気が付くなって言って「おうよく落ちる」って言って、そしたら突然暑いとか言い出してね、目の前でズボン脱いだの。
それで城田さん何渡したのって言ってロットリング溶液の後ろ見たら「This liquid seriously damage your skin」って書いてある。しまったと思ったけどもう遅くて、だからねああやって何でも消すやつだからちょうどいいと思ったよ。だから抜けてるんですとか。城田さん自身が個性的、言い方を変えると変な人だったので、そのカラーがそのままチームのカラーになったという、みんな言いたいこと言ってで自由な雰囲気だったんです。で人の話が終わらないうちから誰か別の人が言い始めてそれは何言ってもいいっていうふうにしたから、だからいいことなんだけど会議やるとまとまらないわけだからといってね、こういう発言やめろとか、その間はお前これはダメよとか、そんなことは絶対言わなかったですね。みんながエンカレッジすることはあってもディスカレッジしないようにっていうのは思いましたけどね。ただマネージャーは必要だったわけですね、結果的に。なんとなくまとめてくれるのが桃富さんっていう方がいて、まあ影のリーダーでしょうね。城田さんがああいう人だったので、チーム全体がバラバラにならなかったのは桃さんがくっつけた。桃富さんっていうのは学生の時ラグビーやってたってことでね、青春ドラマに出てきて太陽に向かって走ろうとかね、そういうようなイメージですよね。いろんな人がいて目標を一つにして、こうじゃないああじゃない、こうしようああしようと。作井さんって怒られやすいんですよ。それはやっぱりそういうのが必要で、城田さんが悪くても僕が怒られる。まあ作井さんはね、いろんな意味の世話係みたいなもんだったかもしれませんね。松岡さんの世話係というようなところもなきにしもあらずで、城田さんが原因のことなのに僕が怒られるっていうのがパターンとしてあって、だから僕は誰だったかな、サンドバッグって言われましたね。増岡さんのサンドバッグ。増岡さんにとっては必要かくべからざる人間になりましたよね。増岡さんの代弁者として。その技術に関してはもう城田さんがエキスパートで、でもそのトータルのマネジメントは城田さんっていうよりも作井さんも本見さんっていう感じで、苦手なところをお互いカバーし合うような的確なコンビネーションで、そこの上に増岡さんがいてやるっていう感じになってて、個性が強いのにすごくまとまって見えたんで。当時増岡は大きな夢を語っていた。ちょうどバブルの頃ですね。東芝にも学生が研究所に入りたくて来るわけですね。で学生に「君はジョギングしながら音楽聴きたいか?」と聞くわけですよ。このナンドフラッシュメモリを使うと耳かけイヤホンタイプで音楽聴けるようになると、そうおっしゃったんだけど、その当時は1曲入るか入んないかぐらいの容量だったんですね。増岡の夢はさらに先を行っていた。今開発しているナンドフラッシュメモリは将来ハードディスクに置き換わる。ああ言っちゃったと。このナンドフラッシュメモリーでハードディスクを置き換えるんだと。僕はそれ聞いてて、ああ言っちゃったと。かなりの人がそんなバカなことあるわけないだろうって。だからなんだ親父はあんなデタラメなことを言って、もう非常識なことでしたね。誰も信じない誰も信じない。そりゃそうでしょ。大容量データを記憶する分野は当時磁気メモリのハードディスクが独占していた。半導体メモリは DRAM など一時的にデータを保管する分野に限られていた。ハードディスクの市場は年間5兆円規模に上る。ナンドフラッシュメモリはこのとてつもなく大きな市場を狙っていた。しかし問題はコストだった。1万分の1ぐらい安かったんですよね、ハードディスクの方が。ハードディスクは1円のところ、その当時のナンドフラッシュメモリーは1万円ですね。
いやいや、もう10万円かもかんない。4桁も5桁もハードディスクが安かったんです。ハードディスクよりも安くしないことには使われない。そのためにはナンドフラッシュメモリーしかない。弱でもダメ。増岡さん前言ってた、これはね、なんでそういうことが分かったかという話をしてて、それはね、技術部からね、営業の方に回されて、そこでいろんな土佐回りしてね、それでいかに安いものを作るかが大事だっていうことを俺は学んだんだと。いや、研究開発部門からセールス部門に移った。セールスマンとして IBM とかインテルとか他のところにも行きましたよ。よく売れたんですか？売れないやつは何も売れない。売れなかった、僕の時は。どんなに性能が良くたって値段が高いと売れないわけですよ、基本的に。要するに安くないとダメだ。1年ほどで営業を外された増岡は工場の生産技術部門に移動した。3年間4年間工場にいましたからね。セールスをやったり、工場行ったり、製造技術やったり、いろんなこと全部関係しますよ。これだけやってる人も誰もいないよだけどやらなかったらやっぱりフラッシュはなかったでしょうね。まあそういう苦労をして特許いっぱい書いて、本当に東芝にとって役に立つ特許も出ているわけで、松岡さんの特許の量っていうのはすごいんですよね。もう毎日家帰ってずっと特許書いてたんだと。夜中書くもんですから昼間は会社来て寝てると増岡のアイデアから始まったナンドフラッシュメモリー。個性豊かな開発メンバーは自由な発想で次々と常識を覆していく。城田さんのアイデアっていうのはその書き換えのメカニズムを変えたってことなんですけども、もう極端にですね玄関を大きく取ったんで、その長屋にですね一気に人が入れたと。一気に人が入れるんでスピードが速くなったんですね。その技術ってウエハーの基板側に高電圧を20ボルトぐらいかけちゃうっていう方式なんですね。で基板側にかけるのってその当時の常識的には普通はありえない。それをやっちゃうっていう城田さん。まあ常識外れなんでしょう同時に定員になると扉が閉まり、電子の量をコントロールする技術も開発された。電子注入量をちゃんと抑えれるということが分かった時にこれでできると。データの高速書き込みが実現し、安さに加え性能もアップした。開発が始まって3年後、ナンドフラッシュメモリの試作品が完成した。増子さん言ってたよ。城田が新しい方式を見つけてちゃんとやってくれて本当に嬉しかったけども、それは俺からは言えない自分で言えっていう。増岡さんそういうのでいろいろ変えることに何も文句言わなかったですよ。お前らいいよそれでって言ってくれたんですよね。さらにコストを大幅に削減する方式も開発した。長屋と長屋の間の分厚い垣根を取っ払ったと。で薄い塀にしたって言ったらいいんでしょうかね。 60% ぐらい小さくなりました。4割コストが安くなる。それを一番最初に東芝で開発して、しばらく2年ぐらいは他の会社が追いついてこれませんでした。そして大容量化も実現した。パーティションを入れることによって一部屋に入る人数を小分割したと。そうすると容量としてより記憶できるようになった。増岡さんにしてもね、
自由にやらせてくれたというのはやっぱりそういうところがあったし、あんまり細かいことを全然言わなかった。全然会議に出てこなかったです。出てこない、開発会議っていうのは僕らが独自にやってたから。ものすごい放任ですね。そうなんですよね。だからそういう意味では信用してくれたのかな、益子さんも多分。実際やったのみんなあの人たちだからな。僕がやれって言っただから素人とか実際やったのは僕がやれって言っただけだから。当時の東芝はですね、もう一つの電気を切るとデータが消えちゃう DRAM っていうのを集中的にやってましたんで、一時全世界の1メガ DRAM シェアの確か 60% ぐらいを取ったんです。当時1日の経常利益が2億円くらいだと。1日ですか？1日の経常利益が。だが増岡だけは別の方向を見ていた。増岡さん何度のことばかりやってましたね。もういかにこれをうまく成功させるかということ。会社としてはそんなものに力を入れてはいけないというスタンスだったとは思いますね。増岡さんが必死に守ったというところはあると思いますね。だって我々あの当時ね、日の当たる坂道を登ってなかったから、もう本当に日陰だった。日陰。先輩が伊藤君なんか何度やってるそうだけども、あれ本気でやってるのか聞いたらね、増岡さんと一緒にやってますって言ったら、あの人ちょっと変人ですよとかなんか言われてね。随分お荷物だと思ってた人が多いです。DRAM がメインで全盛時代でしたから、何度にあれだけのリソースを割く暇があったら DRAM を持ってやったらっていう人は、私は直属の部下でしたから相当ありとあらゆる人に言われましたから、別のものをやれっつったら僕はそれダメっつってフラッシュメモリやるっつったからもう。でそれができたのが東芝ですよ。東芝で竹内さんのおかげ。だから竹内さんはそれを OK っつったから。増岡さんが困ったりしたような時には、増岡さんを採用した竹内さんという研究所の所長がいて、増岡君のやり方で方向性は合ってるのでそれでちゃんとやればいいんだっていうふうに竹内さんが必ずかばっているという感じになっていました。新しいものを生み出そうとしている増岡さんのそういう考え方を支持してくれる一番の最大の理解者だったと思いますね。1991年、ついにナンドフラッシュメモリは製品化へ向けて動き出した。そんな矢先、だから僕竹内さん亡くなった時、糸の切れたねタコになっちゃうなと思ったもん。増岡さんがね、抑えがないもん。他の情緒が来ることによって、増岡藤夫君もやりにくいところがあって、やっぱり思ったことをダイレクトに言うタイプですから、上の方に気に入られることはめったにないと思うんですよね。僕のことを恨んでる人いっぱいいるでしょ。だってさ、言うこと聞かないんだもん。ナンドフラッシュメモリの将来性も疑問視されていた。赤字ですね。DRAM の影に隠れてやってましたね。1993年、増岡は技官への昇進を命じられた。技官といって部屋を与えるんだけど、部下もいない、研究費も出ない。一番なのがやっぱり部下がないっていうのはもう研究できない、僕一人では。会社行って朝8時から5時までこういう机に座って何にも人生としてね
ねえ、それよりも研究開発したいよねと。東芝に入れるんだったら痛かった。痛かった。要するに研究開発できるポジションになるから。東芝で僕がやることがなくなったと。東芝で。1994年、増岡は東芝を辞め、東北大学教授に就任した。94年ってちょうど量産が始まった時なんですよね。そういう意味でちょっと意外でしたね、正直言って。だってまだこれからね、事業化もしてっていう時でしたからね。増岡の退社後、状況は一変する。2000年前後からフラッシュメモリはさまざまな用途に使われるようになる。値段も下がり、需要が一気に拡大した。こういうふうになるとは全然考えてなかったですね。そうだし、10年ですよ。開発87年で初めて事業的になんとかなったのってね、中井ね。本当ようやくデジタルカメラが出た時にすごく喜んだ。すごかったね。東芝はフラッシュメモリの事業で莫大な利益を上げるようになる。2004年に増岡さん東芝に対して裁判を起こされましたね。起こしましたよ。それなぜその裁判を起こされたのか。いや、それは相当対価を要求しただけです。それだけです。2004年、増岡はフラッシュメモリに関する特許の報酬として東芝に対し10億円の支払いを求める裁判を起こした。増岡さんどうしちゃったのっていうのが、なんで訴えちゃったのよって。それからやめてほしかったですよね。もうなんかやっぱりそういう裁判沙汰は。彼はやっぱり自己主張が非常に強いと、ある意味で俺がというとこがあるわけですよね。全部が自分がやったような気持ちにだんだんなっていったんじゃないかと思いますけどね。裁判の話ってある種イメージがついたような気がするんですよね。いや、イメージがダウンしたと、僕はそういうふうに感じてますよ。だけど僕はね、イメージがダウンしたとしても僕はやってよかったと思ってます。で結局裁判って増岡さんには何のメリットもない、金銭的にもね、持ち出しの方が多いもんね。訴訟の時も、私増岡さんのとこに行ってて、でフォーブスの増岡さんの雑誌見せられて「俺東芝訴えようと思うんだけどどう思う?」とかって聞かれたんですよ。そうなんです。それは知らなかった。でいやエンジニアって東芝の中でもそんなにいい立場じゃないよなって。訴訟のその記者会見の時に、もっと技術者を大事にしてくれみたいな話したじゃないですか。僕それ聞いて増岡さんはそれが言いたかったんだってすぐ分かりました。報酬の少ない技術者を元気づけたかった。訴訟の請求額などは問題ではない。僕が戦うためにやってるわけじゃなくて、ちゃんと評価してくれればいいわけで。やっぱり増岡さんとしては評価されたかった。いや、それは評価されたいですよ。評価されたいっていうか、相当対価は要求してました。お金の問題じゃない。ありがとうって一言言えばいいんだけどありがとうって言ってくれれば終わりなんだよな。2年後、古巣を訴えた裁判は和解という形で決着した。技術を大事にするという方向が結果的に日本の産業を発展させると。増岡さんってやっぱりその東芝の中では異端だった。いや、逆だろうな、おそらくな。東芝だからああいうのができたんだ。
やっぱり東芝という土台があったから今の僕があるわけですからね。勝手なことやらせてくれたし。全世界の3分の1以上のフラッシュメモリをここで作っています。世界に誇れる工場だと思いますね。市場規模は3兆から4兆円だと思います。誇りですね。嬉しいです。ここまでなったと30年かけて。増岡が貫いた非常識は30年後常識になった。こちらはですね、フラッシュメモリーを搭載した大型の記憶装置でございます。フラッシュといったものがこういった部品ですね。本当に目覚ましい勢いでですね、このフラッシュを使った製品の出荷というのが伸びておりますので、特にこの近年ハードディスクというものからですね、このフラッシュを搭載したものに大きくシフトしているということでございます。ある意味増岡さんが言ってた通りになってると思いますね。悔しい感じもするんですけど定期の IC カードにはですね、中にフラッシュメモリーが入ってるんですよ。あの回路が動いてんだなとか、いやもうワクワクしますよね。定期券だけじゃなくて今クレジットカードにもフラッシュメモリーが入ってますね。やっぱり何がすごいかっていうと、みんなが持ってるってことですね。そんなメモリーチップは今までかつてなかったわけですよ。すごいですね。あん中にね、フラッシュメモリーが入ってるんですよね。僕たちが開発したんだよって言いたいですよね。あんま信じてもらえないかもわかんないけど。まあそれを最初に増岡さんと10年ぐらいで始めたっていうのがすごいですね。逆にね、フラッシュがなかったらどうなっちゃうんでしょうかね。もうちょっと考えられないですよね。ひょっとするとスマホがこれだけ世界中に浸透しないかもわかんないですよね。フラッシュがなければ。東芝が生んだもので世界が変わったんですね。本当に皆さんに東芝を辞められましたよね。ほとんどの面、はい、ほとんどいなくなりました。ナンドフラッシュの開発のオリジナルメンバーの一人というふうに認識されていて、ものすごくリスペクトされるんです、海外に出ると。ただ日本はそうじゃないですね。年功序列ですから。DRAM のメンバーのところからフラッシュのメンバーに来るわけです。で、年が上だったら彼らが上司ですから。最初に辞めたのは有留君だったかな。その後で僕とか作井君が次辞めて、その時の環境がね窮屈だった。もうちょっと自由にやりたかった。He's my boss and he like to drink alcohol so much. He was a very nice boss for me, even now. まあこう言っちゃなんですけれど、その後の僕に上司になられた方よりはずっと僕は気が張ってたんですね、やっぱりね。そういうなんちゅうの笑える話いっぱいあるんですよね、増岡さんとの間には。それがねいい思い出というか、こういう連中がいて今の東芝があるということをそれは忘れない。東芝がナンドフラッシュメモリーで今でも生きてるんだから嬉しいですよ。僕は知られなくてももう僕はもうやることをやったと思ってるから、もう私の
仕事はもうこれで終わりと思ってます。思ってますよ。